どうも、けいこです。ベトナムで股関節頸部を骨折しまして、人工股関節全置換術というのを受けて、今日で1ヶ月半ぐらいになります。3週間前に日本に帰ってきまして、自宅でリハビリしております。骨折当初に比べたら、足の痛みやだるさも10分の1ぐらいに軽減されてます。ただ、朝寝起きの時は足がだるくて重たいので、このように100均で買ったプラスチックのバットを使って膝の裏を刺激してマッサージしてます。住民票を置いてる町と今いる実家の町がね、電車で2時間半ぐらい離れてるんですよ。松葉杖を持って大きな駅で乗り換えする自信がまだないんですね。だけどここ1週間ぐらいで3時間かかるけれども、毎日7キロから7.5 キロぐらいの散歩はできるようになってきたんですね。ですので近いうちに住民票のある町まで電車で行って保険証を入手してくる予定なんですよ。そうしたら整形外科に行って理学療法士さんに今後のリハビリのことは相談できるかなと期待してます。家の中では松葉杖なしで歩けるようになってまして、階段も両足を使って上り下りできてます。だけど下りの方はまだちょっと左足がカクカクするなという感じで降りにくいです。足の痛みが 10% ぐらいに軽減されたとは言っても、日によって痛い場所も痛み方も違うんですね。ですからそういう時は階段を使う時は片足で登ったり降りたりしてます。手術から1ヶ月半が経って、半月前に比べると左ももがだいぶ上がるようになりました。ももが高く上がるようになって、左足の前後のスライドが広くなりました。半月前は9歩かかって歩いていたところが、今は6歩で歩けるようになってます。左もも内股の筋肉がしっかりと使えるようになって、痛みが少ない時には一直線上を歩くような歩き方ができるようになりました。体が横揺れすることも少なくなりました。怪我をした左足が高く上がるようになったとは言っても、右ももが上がるほどには左ももは上がらないし、左ももが上がったとしても右ももの時ほど長くキープはできないんです。それと横揺れせずに大股で歩けるようになったとは言っても、朝起きてすぐでは無理なんですよ。毎朝起きて1時間ほどストレッチやマッサージをしてます。外歩きしてる時も痛みがなければ数百メートルは松葉杖なしでも横揺れなしで歩けるんですけれども、だんだん足が疲れてきて、そうなると左足が横に出てしまうので横揺れして歩いてます。そういう時は松葉杖を使います。怪我した時の状態っていうのがね、まさにこの絵のように万歳している状態で真横から左の腰を床に打ちつけて強打してるんです。今この触ってる左腰の脂肪も筋肉も全くついてないところです。その部分を床に強く打ちつけたんです。床に打ちつけた部分のすぐ後ろ側、ポンポンしてるあたりがですね、手術痕のあるところなんです。この部分を切開して人工股関節を入れてもらいました。ですので左側を下にして寝てもまだ熟睡はできません。股関節頸部を骨折するっていう怪我だったので、当然といえば当然なんですけど、左の股関節が驚くほど硬くなってるんですよ。怪我する前はこの右側の股関節のように左側もバキってほぼ真横に開くような柔らかさだったんですね。もちろん怪我直後は
こんな風に足を動かすこと自体全然できなかったので、その頃に比べたらだいぶ動かしやすくはなってるんですけれども、左右の足の動きの違い、機能の違いのアンバランスさっていうのはやっぱり不自由だし、まだしばらく松葉杖の2本使いが必要かなと考える理由です。左半身全体の筋肉が縮んでるんですけれども、特に怪我した部分の左ももの前部分と後ろ部分というかもう全部ですね、左ももの筋肉が縮んでいるので、前屈してても全く前に倒れません。私実はですね、インドでここ20年ぐらい、そうですね、全部で3000日を超える日数ヨガのレッスンを受けてきてるんですけれども、今の私みたいに硬い人あんまりヨガメイトで見かけたことがないです。もちろん短期でね来てる人はこれぐらい硬い人いるんですけれど、いや私自分の体がこんなに硬くなると思ってなかったな。結構ショックといえばショックなんだけれども、自分の体を道具にしていろいろ遊べるというか、観察材料にはなるのかなと思ってます。もともと利き足が右足なので左足は弱かったんですけれども、特にねやっぱりこの怪我してるっていうのもあって、左ももの内側、この今ポンポンしてるあたりの筋肉がすごく弱ってるな、力が入らないなっていうのを実感してます。このエクササイズが人工股関節を入れた人用の自宅用のリハビリ用エクササイズと言われてるんですけれども、膝の間にブロックを挟んでるんです。これなんでかというとですね、どうも自分の感じでは左足にうまく力が入ってない感じがするので、どんな感じかなっていうのをちょっと反対側から動画撮ってみました。自分でエクササイズしててもお尻を上げる時も下げる時もなんか揺れてるなっていう感じはしてたんですが、やっぱこうやって動画を見ると明らかですね。やっぱり左足にきちんと体重が乗ってないから右足にばかり頼ってる感じなんですね。左右の足の力の差を確かめながら、その差をバランスよく縮めていくっていう作業をするためにはやっぱりヨガの立ちポーズが必要かなと思うので、そろそろヨガを始めてみようかな。椅子やストラップを使って左足の弱い部分をサポートしながらヨガするといける気がするのよね。左もも以外にも、例えば左のふくらはぎとかかかととか土踏まず、あとは左腰で体の背面部分だけじゃなくて左のお腹とか胸とかも縮まってるなっていう感じがするのね。そのアンバランスさっていうのはやっぱ体が傾いてきたりすることになってしまうと思うので、やっぱこれをフォローするのはヨガかなって思うんですよね。だから保険証を入手したら整形外科医に行ってみて、それでヨガしてもいいかなってお医者さんに相談してみようかな。ということで今回の動画は股関節頸部骨折をした後、人工股関節全置換術を終えてから約1ヶ月半後の体の調子をビデオに撮ったものを紹介してみました。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。